はい、金坊主でございます。今日はですね、こちら AI からキントーン操作してみようというところで、よくね、MCP サーバーと呼ばれるもので、キントーンに特化しているわけではないんですけれども、生成 AI と、そういう製品をつなぐための、いわば、タイプ C の USB ケーブルみたいな、出てくるようになりまして、で、キントーンでも使えますよというところがあるので、簡単に使う方法であったりとか、あとは、いろいろとね、つなぐ先がローカルでつなぐのか、それとも、クラウド上でつなぐのかとかでもいろいろ変わってたりはしますので、そのあたりも含めてですね、キントーンと MCP について、ご説明をしていこうかなと思います。そもそも、キントーン AI っていうのがありますよね。こちら、キントーン AI でございます。キントーン AI とは、簡単にシュシュシュといろんなことができますよとなってまして、AI をね、有効化にすると、検索 AI、レコード一覧分析 AI、アプリ作成 AI、アプリ設定レビュー、いろいろね、AI 使えるんですけれども、これ、キントーンの中でやってるわけですね。中の AI ですので、つまり何が大事かというと、あらかじめプロンプトを書いておかないといけない。あらかじめこのプロンプトを設定しておくことで、何をしたいのか、どういったことをしたいのかっていうところの意図を AI に伝えることができる。他の製品ですね、キントーンの中で動く系のやつ、AI、いろんな製品がありますけれども、それも似たような形で、まずしっかりプロンプトを決めておいて、実行する。なので、あらかじめ決められたルート、決められた方法で、分析をしていくっていうのが、中にあるキントーンの AI。もしくは他社製品になるんですけれども、今回話す MCP は外ですね。なので、自由に書いて、それをどうするかみたいなことができるようになっていきます。まずね、画面を1個見てもらいますが、今 VS コードを使ってて、クロードを立ち上げました。で、こちらでですね、ちょっとね、質問を書いていきます。はい、今回はキントーンアプリ ID39 のレコード数はいくつというふうに聞いています。あらかじめキントーンつないでいます。はい、57件です。レコード ID1 から57が欠番なく揃っていくので、削除された履歴もなさそうですと返ってきました。で、どういうような今、キントーンを見に行ってもらったかというと、はい、今回テストでね、作ってるんですけれども、タイトル、本番、納品準備、内容、配送スケジュール調整、ステータス確認中みたいな感じのものを作っています。で、57ですね。57があっています。じゃあ、例えば、ステータスを見て最近の傾向を分析してと聞きました。じゃあ、すると、未処理確認中完了のドロップダウンがあるぞと。で、日時付きで取得しますと。じゃあ確認中が24件、未処理が18件、完了15件ですよとなってるんですけれども、傾向は読めないぞというふうに言われました。一気にね、ちょっとこの前データを50件作ったので、ちょっと分析には使えないですよっていうふうに、若干怒られてはいますね、私ね。こんな感じで、今、キントーンに入ってないんですけれども、生成 AI を使っていろんな分析をしたりとかできる。先ほどあったように、レコードもね、追加することも一応やろうと思ったらできる。で、これをどうつなぐかっていう話になってくるんですけれども、今、私は、ローカルでつないでいます。ただ、自分で、設定をして組んでいるみたいな形にはなるんですけれども、ローカルと、クラウド。で、ローカルも自分でやるものできますし、そのサイボーズのキントーンの、後でね、お話しするようなやり方もできる。クラウドもいろいろあります。で、例えば、Google クラウドランとかを使って、クラウドでこのやり取りをする。結局この USB のこのケーブルを家から差しに行ってるのか、オンライン上から差しに行ってるかみたいな。ざっくりとしたそんな感じですね。いろんなね、いくつかの製品がこのクラウドのところをキントーンに特化させてとか、キントーンも使えますよみたいな製品が出てたりはします。そこは一旦置いときまして、今はローカルでつないではいるというところになってはいるんですけれども、今、クロードデスクトップを開きました。先ほどは VS コードでクロードを呼び出してたんですけれども、今はクロードデスクトップを持ってきました。で、ここでですね、
同じように Kinton アプリ ID39 のレコード数を教えてっていうふうに聞いてみます。クロードにコネクタ検索を許可しますか？書きましたね。Kinton に接続できるツールが手元にないので、わからんよと。私には無理ですよと。先ほどのね、VS コードのクロードはいけたんですけれども、こっちのデスクトップはまだ設定してないので見に行けませんよという形になりました。で、見に行けないと困るので、設定をしていきます。で、設定に関してはもうすでにね、ここに公開されています。こちらのね、サイボーズデベロッパーネットワークにある、Kinton MCP サーバークイックスタート。こちらを今から一緒にやっていこうと思います。MCP サーバーとは、モデルコンテクストプロトコル。AI が外部ツールを操作するための標準のプロトコルですというふうに書いております。でここで、クロードを今回はここでも紹介してますので、ここの MCP サーバーのリリース一覧っていうのを押してもらうと、ここが出てきます。で、このですね、このデータをダウンロードする。ダウンロードしたら、こちらの、設定ですね。はい。で、この拡張機能で詳細設定を押すと、どうすんのっていうのが出てくるので、インストール。で、先ほどダウンロードしたものを設定すると出てきます。インストールすると拡張機能が使えるようになっちゃうよ。いいんだねみたいな。で、インストールを押します。すると、ここでいろいろ出てきます。Kintonのベース URL。どのKintonにつなぐんやと。で、ユーザーネームとパスワード。これはログインするユーザーネームとパスワードなんですけど、よく見てもらいたいのが、ここは必須項目になってますね。こっからは必須じゃないんですよ。はい。で、OAuth 認証も含めて。で、今回は API トークンだけでいこうと思うんですけれども、何が違うか。ユーザーネームとパスワードを入れるとですね、そのユーザーが見れる、閲覧できる、そういったものが全部見れるようになります。で、API トークン入れると、その API トークンのもらっている権限だけになります。この違いがあります。なので、安易にユーザーネームとパスワード入れちゃうと、いろんな情報、閲覧、レコード、削除とか、例えば管理者さんであればできると思うんですけど、それが全部できるようになっちゃうと。もちろん指示出してなかったら大丈夫だけど、そもそもそれってどうなんだっていう話もあるかなと思うので、ここはね、見極めないといけませんが、今回はレコード ID39 かな。39のAPI トークンだけを入れます。はい。今、設定をしてきました。では、全く同じことをもう一回言いましょう。いや、ごめんねと。Kinton使えたわと。いや、今入れたから使えたんやでって話なんですけれども、アプリ ID39 のレコード数は57件ですよというのが出てきました。これもだからまた、このクロードのデスクトップ用にローカルの MCP を使ってつないでKintonに見に行ってもらっているって形になります。あ、なんだ、ローカルってじゃあ便利じゃないか。でしかも今見たように、生成 AI はもちろんいっぱい使うんであればお金いるけれどもタダじゃないかと。でちゃんとこうアプリのね、この権限設定してると楽じゃないか。そうなんですけれども、注意点としては、例えばこれ夜の8時にレコード件数引っ張ってきてほしいなとか、あとはデータがいっぱいあったら朝の8時に、朝の6時ぐらいに追加してるので、朝の8時にその追加したレコードを分析して、今日やらないといけないタスクとか考えてよとか、せっかく AI 使ってますからいろんなことしたいかなと思うんですけれども、それをしようとすると、パソコンまず動いとかないといけない。スリープ状態だったら使えないわけですよ。ではちょっとね、アプリ ID を変えてみました。で、今は、ローカル。で、デスクトップでつないではいます。で、1件ですよって返ってきました。なので便利やなと思うんですけど、例えば、今これ Mac mini で私はつないではいるんですけれども、パソコン変えました。MacBook Pro にしました。で、これでもう一回、はい、Kintonに接続する手段が今のところないですよってきました。そうなんですね。まずこのデスクトップのところに先ほど入れた拡張機能を入れてないので、なんで MacBook では使えない。MacBook Pro では今使えない。もちろん入れればいいんですけれどもね。ってなってくると、
いろんな問題が出てくるんですけど、例えば、夜の8時にデータを引っ張ってきてよね、みたいな話をすると、さっき言ったようにパソコンが閉じてると使えないし、そもそもパソコン変えたら使えないよと。僕みたいに一人でやってるんであれば別にいいんですけど、会社何人もいますよとなってくると、このローカルだけではちょっと大変だよねってなってくると、クラウドにつなぎに行く。で、クラウドにつなぎに行くってなっていくと、Google クラウドランとか、AWS とか、あとはもうその専用のね、製品とかを使ってつないでいくという形になります。なので、これまた MacBook Pro なんですけれども、MacBook Pro の Kinton クラウドにつなぎましたよと出てきました。ここに出てきてますね。今、VS コードで、クロードを立ち上げて、で、別で Google クラウド LAN につなぐという設定を別でしたので、それで今、ローカルじゃなくて Google クラウド LAN でつながるようになりました。で、今からまたここでですね、はい、アプリ ID54 のレコード数はっていうのを聞きます。はい、レコード数は1件ですよってなってきました。ここまで見て皆さん思ったのが、めんどくさそうっていうね、ところがあると思うんですけれども、そうなんですよ。めんどくさいんですよ。なので、基本的にはですね、製品、契約するのがいいかなと思います。ここの製品っていうのはあれなんですけど、今多分、キントン MCP で検索してもらったら、多分いろんな、ね、製品出てくるかなと思いますので、そのあたりを使っていくと、安全に設定でつなぐことができる。ただ、製品使うまでではなくて、いっぺんどんなものが試してみたいよとか、常に家では Windows とか Mac が、もう休みなく電源入ってるよ。こんな感じになってくると、別にその製品使わなくても自分のパソコンの中で処理をすればいいのかなと。で、この話をしたら、じゃあ、ローカルだから安全なんですかって話になるんですけど、結局ですね、キントーンはクラウドにあって、生成 AI もクラウド上にあるので、結局、そこを通過してやってる場所が、ローカルなのかクラウドなのかの違いなので、別にどっちにしろ安心じゃないわけですよ。安心じゃないって言ったら言い方あれですけど、どっちにしろセキュリティはしっかりと設定しておかないといけない。先ほどのローカルの、設定でも出てきましたよね。API トークンだけじゃなくて ID とパスワードを入れると、その人の、見れる情報が全部見れるようになるよと。なので、ID とパスワード入れて見に行ったら、あなたはどのアプリでも見れますぜみたいな、見れるアプリ一覧見せてったアプリの一覧バーっと出てきたりするわけですよ。そうなってくると、分析としてはいいのかもしれないですけれども、生成 AI に個人情報とかを見せるっていう可能性ももちろんある。その辺を細かく設定しているアカウントを作って、それで見に行かせるっていうのもできると思うんですけれども、それって結構その設定大変だよねってなっていけば、やはりお話ししたように、使う方が多いんであれば専用のツールを使う。そうすることで、このアプリはいけますよとか、このユーザーに対してはレコードの閲覧のことはできるけれども、レコード削除とか添付ファイルの取得とか、そういったことはできないようにしますよみたいなことを細かく設定できるサービスもありますので、そういったサービスを使うことで、よりセキュリティをしっかりと担保した状態で、キントーンをいい感じで生成 AI 使えて、この AI からキントーン操作してみようっていうのが、現実のその業務として使えるんじゃないかなというふうに思います。ただ、何度も言うように、まだどういう使い方してればいいのかとか、ちょっとあんまりイメージ分かってないなっていう場合はですね、まずこの MCP のこのキントーンのね、先ほどやったクロードデスクトップでもう限られた情報しか入ってない、もしくはテストの環境で API を出して、レコード閲覧しかできないような状態で、まず試してみる。レコード何件あるのとか、そのレコードってどういうようなレコードが入っているのとかをやっていく。で、どうしていくかですね。その環境から少しずつ自分しか使わないからやっていくのか、それとも社内として使っていくから、もちろんその AWS とか Google クラウドランとか、いろんな製品を設定できる方がいれば、ガンガン使っていけばいいのかもしれないですし、なかなかちょっとその辺が怖いな。でも、やっぱりこの生成 AI で聞いて分析させるとか、定期実行とかね、タスク組んで分析を出してもらうとか、そういうやり取りとかをしたり、あと営業日報とかあれば、じゃあ週報にしてとか、月報にしてとか言えばやってくれますから、中でね、ゴニョゴニョしなくても分析してくれるっていうのもあります。そうなってくると、MCP サーバー経由の AI っていうのも活用できるんじゃないかなと思います。他に注意点としてはですね、どうしても
このキントン MCP サーバー経由で行くとですね、トークン数が結構多いみたいなんですね。それを他のその専用のツールとかを使うと、トークン数を削減することができるみたいで、そうなってくると、結構何度もやり取りしたりとか、大きなデータをやり取りするってなってくると、そういうツールを使えば、最終的にトークン数の節約にもなるので、最終的にはその製品のお金を払ってたとしても、プラマイゼロなのかとか、使う量にもよったりしますけれどもね、なるんじゃないかなと思います。あとはどの AI 使うかですよね。ジェミニ使っているようであったり、GPT 使っているようであったりとか、クロード使っているよとか、いろいろあるかなと思いますし、それぞれ使えたりはするんですけれども、今回のこの、ご紹介されているものに関しては、クロードデスクトップというふうになっていますので、無料でもね、全然使えますから、まずはやってみてもらえたらなと思います。で、ここに書いてます、機密情報の入力は自社のルールなどに注意して行いましょうと。個人情報を入手してとかね、言っちゃうと、本当に個人情報を引っ張ってきたりしますから、その辺は注意してもらえたらいいんじゃないかなと思いますし、でそこから発展をどうさせていくかっていうのはもちろん、社内でね、ミーティングしていただければなと思います。このあたり、いるんじゃないかなっていうところの、ものはですね、YouTube の場合は概要欄にリンク貼っておきますので、そのあたり見ていただければなと思います。今回は、キントンを MCP を使ってですね、生成 AI とつないで、便利にキントンのデータを使ってみるにはどういうことができるのか、そして、リスクのところも含めてお話しさせていただきました。以上です。ご清聴ありがとうございました。